ミルトンチャンネルです。今日は真冬の富士山を暖かく堪能してきました。その映像がこちら。今回は FF ヒーターを使い、17時間ほとんど車から出ることなく快適に富士山を楽しみましたが、FF ヒーターをまさかの方法で手軽にコスパ高く使えてめっちゃ楽しかったです。今日は真冬の富士山を見たくて山梨県に向かっています。今回の目的地は山中湖。真冬には行ったことがないのでめっちゃ楽しみです。今日の車中泊場所に行く前に山中湖のスーパーで買い出しをします。珍しい馬刺しも売ってました。半額で165円。ちょっとびっくりする安さです。セロリ入んない。もうしょうがないですね。はい、動き出しました。今回私が伺った山中湖村の長池親水公園は、富士山までの直線距離が約20キロとかなり近いところにある絶景スポットです。ここで車中泊をするための目隠しや換気扇をつけていきます。ヘッドレストも取り外していきます。こちらのトイレは凍結防止で水が出しっぱなしになっています。トイレ行ってきたんですけどめっちゃ寒かったです。寒い。時刻は9時15分。車内の気温は 10.4 度。ずっと車を運転してきてたので結構エンジンの熱で暖かいんですが、今日はマイナス5度ぐらいまで気温が下がる予報で、今現在外の気温も0度近くになっているので FF ヒーターを使います。で、今回 FF ヒーターの動力源に使うのはこのバイクのハイバッテリー、いわゆるもう捨てる寸前のバッテリーですね。これとワニ口シガーソケットを使って FF ヒーターを動かそうと思います。で、この FF ヒーターなんですが、起動時に 18W 程度を消費するんですけども、一旦起動しだすと 5W から一番少ない時は 1W というようなモバイルバッテリー並みの低電力になりますので、もしかしたらこのバイクのバッテリーだけでも朝までいけるんじゃないかと思っています。なのでこの割り口クリップとシガーソケットを使って、これでシガーソケットで動かしてみたいと思います。まず動くかどうか、実は家で試したんですけど、その時は問題なく動いたので、電源もつきますね。これでこの風量3でやってしまうとかなり熱くなってしまうので、風量1でやっておきます。このバッテリーの駆動時間も計測します。そして今回は前回の羽田空港で車中泊した時に暑すぎて寝れなかったので、今回は換気扇を使ってちょっともったいないんですけども、少しだけ車内の空気を外に逃がして FF ヒーターを使いながらちょうど適温になるかっていうのも検証したいと思います。はい、問題なくすごく暖かい空気が出るようになりました。こんな小さいバッテリーで FF ヒーターを動かせたら最高ですね。これで数時間持ってくれたらもうほんと言うことなしですね。この FF ヒーターものすごく暖かくなるんですけど、ご覧のように車内がだんだん乾燥してくるのが欠点です。なので今日の夕ご飯は豚キムチ鍋をいただいてみたいと思います。
そして珍しい半額の馬刺しも売ってました。スーパーで馬刺し見るの結構珍しいですね、これ。あとは、せっかくシンクを取り付けたので、生野菜、セロリを買ってみました。このキムチ鍋は一番下にゼラチンスープとうどんが入っているようなので、このまま鍋にかければ OK みたいです。IH にも対応してるんで、これ便利ですね。アフェリーの 1200W ポータブル電源で調理していきます。キムチ鍋うどんの消費電力は 492W、 そこそこ消費しています。今回は車の中で炭酸水を飲みたかったのでソーダストリームを持ってきました。グラスも割れそうだったのでプロテインシェーカーに入れて持ってきました。いい感じです。めちゃめちゃ美味しそうにできました。一旦これで火を止めたいと思います。車内の気温は 19.1 度、湿度 69%、かなりいい感じです。ちょっとめっちゃ暑くなってきたんで T シャツになります。たるんだ腹が。あちちちち。いただきます。美味しそうです。うどんも入ってるのがいいですね。これで160円はだいぶ安いですよね。一昨年の熊本ぶりに馬刺し食べました。美味しいです。強炭酸いい感じです。ごちそうさまでした。このキムチの汁、本当はこのシンクに流して捨てようかと思ってたんですけども、美味しかったんで全部飲んじゃいました。こうやって常に衛生的に保てるのはいいですね。ちょっとだけカーテンを開けてみます。結露はしているようなんですけども、それほどひどい結露ではないですね。そしてさすがに富士山はビデオモードでは映らないですね。ちなみに食事を終えた後の車内の気温が 21.7 度、湿度 44% ですね。この換気扇を回しているわけではないんですけども、この換気扇のこの2箇所のところから外に空気が流れているんで、ちょうどいいぐらいの気温になっています。かなり快適です。今日はデザートにハーゲンダッツのキャラメルアイスを買っていたので、これも食べます。実はハーゲンダッツのアイスの中でこれが一番好きなんです。やばい、ちょっと溶けかけだ。やばい。
でも美味しい。ちょっと冷蔵庫の温度が高かったのかもしれないですね。やばい。慌てて食べたくないこれ。めちゃめちゃ美味しいのになんかちょっと損した気分です。もったいない。ちょっと手がベタベタになっちゃいました。せっかくシンク拭いたばっかりなのにアホなことしました。すっかりアイスのこと忘れてました。よく考えたら歯磨きするのも忘れてたんで、なんでこれをやったのかちょっとわかんないですけど、でも手がここで洗えるのはいいですね。ゴミは持ち帰ります。時刻は23時16分。この FF ヒーターをバイクのすごい小さいバッテリーで動かし始めて1時間53分、約2時間ほど動かしました。まだまだ全然いけそうですね。この FF ヒーターが挙動不審になるようなこともないですので、この程度の小さいバッテリーでも動くっていうのはかなり便利ですね。このバッテリーならさすがに入んないか。さすがに入りはしないですが、この部分に入りそうなほど小さいバッテリーでも FF ヒーターを動かすことができます。ちなみにこの換気扇の2箇所空いている部分の温度をサーモグラフィーカメラでチェックしてみます。これ結構びっくりなんですけど、真ん中の金網の部分がすごく熱を持ってますね。この部分が27度ぐらいあります。でその下の木の部分が15度ぐらいなので、ちょっとこれ謎なんですけども、おそらく鉄が温まりやすい性質がこのようにこの部分が暖かくなってるんだと思います。これもう外につながってるんで実際は。そして念のため天井付近をチェックしてみるとこんな感じですね。一番上は27度ぐらい。そしてこのバックドアの鉄の部分が19度ぐらい。快適な感じの気温ですね。そして床もチェックしてみます。ちょっとここ床散らかってるんであれなんですけど、このようにベッドをちょっと上に持ち上げてずらしてみました。なので床の温度もチェックできます。床もあったかいですね。24度ぐらいありますね。おそらくここの部分に FF ヒーターのパイプが通っていて、このような感じですね。FF ヒーターのパイプがこのような感じで通っていて、ここから FF ヒーターが熱風を吹き出してこちらに来て、このようになっています。なので当然この下は暖かくなってますね。サーモグラフィーカメラでチェックしても暖かいですね。 FF ヒーター本体自体はやはり50度ぐらいはありますね。ついでなんで床もめくってチェックしてみたいと思います。よいしょ。こんな感じになってます。タンクの部分は全然熱くなってないですね。これが燃料タンクなんですけども、この部分は全く熱くなってないですね。15度、いい感じです。この部分が熱くなっちゃまずいですからね。他の部分はこの辺りの鉄の部分は全然触れるくらいなんですけども、一応温度を測ってみると26、7度、いい感じですね。熱を持ちすぎずちょうどいいぐらいの気温が保てるようです。この辺りが熱くなりすぎるんじゃないかと心配していたんですけれども、実際はこういったところの鉄が熱くなるといったようなことはなく、純粋にこの温風吹き出しのパイプのみが熱くなっているようです。サーモグラフィーカメラでチェックしてもこのような結果が出ていますので、もしこういったこのパイプの部分以外もこの辺りが熱くなるというふうにご心配されている方は、その心配は不要なようです。このような感じで FF ヒーターの吹き出し口のパイプのみが熱くなるようですので、この下の空洞ですとかそういったところは全然熱くなってないですので、14度ですとかそんな感じの気温ですし、この上のこの部分にしても29度程度ですので、かなりいい感じに温まるっていうことが分かりました。この FF ヒーターをこの床の下につけることによって足元からじんわりした暖かさが伝わってくるようなイメージですね。これすごくいいですね。で最初にこのシートベルトなんかも溶けるんじゃないかっていう風な心配していたんですけれども、もう2年も使ってますけれども全く問題ないですので、そういった意味でもいい感じに使えると思います。ただここだけは触ると熱いですので、その点だけは注意ですね。ここの一番熱いところが90度ぐらいありますので、やっぱり吹き出し口の直の部分は90度ぐらいいってますね。ここだけは長時間触れないんですけども、それ以外の部分は例えばこの辺りのシートベルトのところをチェックしたりしても35度程度にしかなってないですので、
それほど問題ないかなと思います。そしてこの辺りの温風が直で当たるところは若干気温上がってますけれども40度程度ですので、これは炎天下の放射熱よりは全然低いですので、そういった意味では安心して FF ヒーターは使えそうです。大丈夫そうですね。全部30度程度ですので。よし、戻せましたFF ヒーターは乾燥するのでコンタクトには少し辛いです。時刻は2時34分。車内の気温は 21.4 度、湿度 35%。まだこのバイク用のミニバッテリーで FF ヒーターが動いてくれています。このミニバッテリーで動かした時間はすでに5時間を超えました。すごいですね。このバイク用のこのちっちゃいバッテリーでずっと動いてくれてます。めちゃくちゃあったかいです。おそらく5時間動かしているので、まだ1リットルも灯油は消費してないと思います。ちなみにこのバッテリーなんですが、温度を見てみると17度程度、ほとんど熱くなってないです。このソケットの部分も20度程度しかありませんので、ほぼ発熱はしていないと考えていただいて大丈夫だと思います。この換気扇をつけて2箇所の穴が開いているので、ちょうどいいぐらいの気温になっています。はい、このバッテリーで FF ヒーターを動かし始めて5時間17分、バッテリーの電源が消えてしまいました。E8 と出ているので、これはおそらくバッテリー切れだと思います。真ん中に電源マークがつくんですけども、その電源マークが消えているんで、おそらくバッテリー切れですね。この小さいバッテリーで5時間17分も動いたというのは結構驚きです。で、こんなこともあろうかと、もう1台このミニバッテリーを持ってきていましたので、12V36Ah のバッテリーなんですが、これで朝まで FF ヒーターを動かしたいと思います。このバッテリーであればおそらく問題なく朝まで動いてくれると思います。問題なく FF ヒーターが駆動してくれるようになりました。暖かい空気も出ています。5時間17分なので、これに合わせて再度計測します。この下の方がこの小さいバッテリーで動かした時間、この上のラップ2の方がこちらのバッテリーで動かした時間、これで細かく検証してどのぐらいの灯油が消費されたかもチェックしたいと思います。そろそろさすがに眠くなってきたので、これから寝たいと思います。今日は羽毛布団と FF ヒーターを併用して寝たいと思います。時刻は8時10分。車内の気温は22度、湿度 41%。結構乾燥しているイメージがあります。今回はこの換気扇をつけて、このところから空気の出入りができるようにしていたので、そこまで暑くなく半袖で眠ることができました。今起きた時は湿度が 40% 程度だったんですが、昨日の夜 36% ぐらいまで下がって、ちょっと喉乾きすぎて炭酸水を全部飲んでしまいました。ちなみに外の景色はこんな感じになってます。すごいいいですね。目の前が富士山です。こんな暖かくて快適なところから富士山を見てるとぼーっとしちゃいそうです。この FF ヒーターはこのロングの小型の鉛バッテリーで朝まで問題なく動くことができました。このロングの鉛バッテリーに変えてから5時間30分、そしてトータル FF ヒーターを10時間48分回していることになっています。
このワンタッチで戻せるシェードが気に入っています。羽毛布団は少しちょっと乾燥させてからリュックにしまいたいと思います。ヘッドレストを外しておくと前列への移動が楽になります。つけっぱなしでも取れない換気扇をつけています。氷が張ってます。波によってこの氷ができている感じがしますね。すごく薄っぺらい氷です。あいた、怪我しそうだな。めちゃめちゃ寒いんで手袋つけます。手が冷たい。このネイチャーハイクの手袋、今年買ったんですけどすごく使いやすいです。素材的にはダウン手袋になっていて、このダウンジャケットのアウターのツルツルした部分みたいな感じの表面なんですけれども、これがいいのはスマホがこのように簡単に手袋をつけたまま操作できてしまうんで、ここがすごく気に入ってます。これ文字入力なんかも全然できますんで、すごく使いやすいです。ちなみにサーモグラフィーカメラで見てみるとやっぱり氷のとこ冷たいみたいですね。すごい面白い。水の温度もマイナスいってるんですね。すごい。氷のところはマイナス6度とかになってます。面白い。石はマイナス3度。やっぱり氷のところが冷たいみたいですね。氷のところはマイナス4度とかマイナス5度になってますね。寒い。遠くのところもサーモグラフィーで撮れるんですね。面白い。一部が戻ってますね。すごい寒そう。
寒い。寒かった。めっちゃ寒かったです。寒い。富士山が曇り気味です。現在の車内の気温は 25.5 度。めちゃくちゃ暖かいです。最近の私の朝の日課なんでプロテインを飲みます。今日飲むのは B レジェンドの激うまチョコ風味。いただきます。安定の美味しさです。プロテインは軽く拭き取ってから水洗いします。水をあまり節約せずに使ってたらもうほとんど水が少なくなってきたので、水を継ぎ足します。せっかくの富士山が曇って見えないのでパソコンで作業をします。私のパソコンは結構消費電力が高いので 40W 以上消費しています。 YouTube の編集も車の中でできます。時刻は2時23分。車内の気温は27度、湿度 29%。FF ヒーターを動かし始めて16時間55分が経ちました。ほぼ17時間ですね。ロングの鉛のバッテリーは11時間37分動きました。ちょっとそろそろお腹が空いてきたのでほうとうを食べに行きます。美味しそう。かぼちゃも入ってますね。すごいでかかぼちゃをいただきます。うまっ。美味しい。美味しい。染みますね。すごい。うまっ。ごちそうさまでした。完食しちゃいました。この後、昨夜17時間使った FF ヒーターの燃費を知りたくてガソリンスタンドに行きました。昨日は灯油の燃料タンクを満タンにしていたので、この給油で満タンにすれば燃費が計算できます。燃料タンクは鉄製に交換しているので、タンクがへこむこともなく問題なく使えます。タンクの中を覗くとこんな感じ。画面では少し分かりづらいですが、17時間使用しても燃料がほとんど減ってる感じがありません。車を給油機に横付けすれば直接タンクに給油も可能です。実はこの時17時間で2リットルぐらいの灯油の消費量を想定していたのですが、
予想外に灯油が消費されておらず、ほんの少し灯油を吹きこぼしてしまいました。この玉木の燃料タンクはコンパクトでとても使いやすいのですが、給油口も小さく吹きこぼれやすいので、もし同じ施工をされている方はご注意ください。また万一私のように灯油を吹きこぼした際は、火災や発火の事故を起こさないよう念入りに拭き取るようにしてください。ちょっとこぼしちゃいましたけど、なんとかなりました。17時間使って 1.27 リットルです。かなり少ないですよね。今回の燃費は17時間割る 1.27 で1リットルあたり13時間 FF ヒーターを動かせました。これは昨年私がマイナス15度を下回る北海道で試した時が1リットルあたり8時間の空洞でしたので、外気温によっても FF ヒーターの燃費が大きく変わることが分かりました。自宅に戻って鉛バッテリーの残量を調べました。はい、今回 FF ヒーターを動かすのに使ったこのロング社製の 12V36Ah の鉛のバッテリーなんですけども、こちらで動かした時間は11時間38分。このバッテリーで動かしました。で、FF ヒーターを稼働させる前に 100% ここに充電をしていたんですけれども、残りがこの中にどのぐらい電気の残量があるかっていうのをチェックしてみます。バッテリーの残量が一応 100% とかって出てますね。これちょっと正確な値じゃないかもしれないんですけども、ボルトでいうと 12.4V、5V くらいでしょうか。ちょっと信憑性に欠けるといえば欠けるので、念のためこのカイウィーツのテスターでも電圧を測定してみます。バッテリーの電圧は 12.4V。それほどこれと誤差はないですね。一応値的には 12.4V はあるということなんで、やはりほとんど電気も使わないと考えていいのかもしれません。ただこのバッテリー残量が 100% っていうのは、それはさすがに嘘だろうと思うんですけども、この値は合っているようですので、ほとんど電力を使わずに11時間以上 FF ヒーターを動かせたということは分かりました。なので FF ヒーターをもしこれから取り付ける方は、ポータブル電源を別でご用意しなくても、このような小さめの鉛のバッテリーでも十分に FF ヒーターを動かせると思います。今回私が使用したロング社製 12V36Ah のバッテリーは Amazon でも1万円以内で購入可能です。鉛バッテリー用の充電器で充電しておきます。 5.1A で充電が開始されました。こちらの充電器は2000円程度で購入できますので、そういった意味ではコスパが高いと言えるかもしれません。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。